ちょっと今緊急で動画を回してます。なんかね、今公園に入るときにさ、ちょっとガスった気がするよね。やばいかな。ちょっと見えてなかったわ、左側。マジごめん。マジごめん。めっちゃ狭かったもんね。衝撃は全く感じなかったよね。衝撃がなかった。音だけすごい音がした。やばいかもしれない。疲れ。ちょっと見てみましょう。やばいやばい、ちょっと待って、来て。ごめん。これはやばい。ここに来て。やっちまいました。あげてるし。恥ずかしい。Oh no。ここまで行ったと思わなかったね。公園の入り口がめっちゃ狭くてさ、で人に気を取られててさ、左後ろやっちまったわ。これ直せんのかな。なんかさ、うちら塗装が特殊だから難しそうだね。確かに。ああ、よかったよかった。かっこ悪い。ああ、やっちまった。ごめん。これは。これかな。これやってる。あ、だからこれ違う人の気がする。青いもん。多分やってる人いっぱいいるんだよ。あ、これかな。あ、これじゃない、黄色い。あ、これだ。これです。寄りすぎたね、左に。狭かったもんね。でもこうやって見ると広くない？なんかここは狭いけどこっちは広く感じるわ。確かに。ちょっと初めて、人生で初めて車をぶつけたからどこに連絡したらいいか分かんなくて調べたんだけど、110番しなきゃいけない。110番してみ。あ、事故です。交通事故ですね。はい。あなたが乗っ取った車でよろしかったですかね。あ、はい、そうです。相手はいる事故になりますか。自損事故です。はい、わかりました。ですね、今から警察官がそちらに向かいますので、はい。警察官の指示に従って事故処理を行うようにしてください。はい、わかりました。はい、じゃあしばらくお待ちください。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。緊張しちゃったわ、めっちゃ。ねえ。事件ですか、事故ですか。もう10時過ぎなんですけど、夜分で申し訳ないんですけど、警察官が来るのでちょっと待ちます。はい。そんなに落ち込まないで。落ち込むよ、ごめん。全然いいよ。本当ね、人を巻き込まなくてよかった。確かにそれはそう。やだな、これでオフ会でみんなの前にお披露目する。ねえ、本当にね、ちょっと直す時間はなさそうだね。直すといくらになるんだろう。血もが払うね。いいよ、経費にしよう。誰だって起こり得るよ。倒産する。ちなみにここで私たちの車の自動車保険の加入状況についてお話しすると、このような感じで自損事故の場合には車両保険がつかないというプランにしていました。なので今回の場合、もしガードレールの修理費が必要ってなった場合には保険が下りるんですけれども、私たちの車両の修理費っていうのは自腹ということになります。ここですね。修理費用目安5から20万円がそうです。あそこにちょっと今光ってるパトカーらしきものが見えるよ。誰じゃん。
あれやっぱ車に行くのか。こんばんは。車これ？でどこに移動したの？後ろからこの様子。それ情けねえけんやめよう。情けねえ。また同じようになってる。2本ある。あ、なんか上にちょろっとあったような気もする。ああ、缶も入っちゃうな。下も上もある。これか。なるほど。修理はいらないんじゃないかと思うんですが、はい。さっきのがね、道路の持ち物ですうよね。ん。ここが国土交通省になります。うん。で、国土交通省の大分の方、そちらの方に一応連絡をしてください。わかります。国土交通省大分。まあ、要は道路管理者の方にこういう事故があって引っ掛けました、削りましたで修理とかどうされるだろうかっていうのを確認して、まあ、修理する点の話はもう警察がどこいうあれがありませんので、してもらえればいいかな。わかりました。もう事故の証明がかかるのはね、大体2、3週間かかる。はい、わかりました。で全国どこでも取れますんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。すみません。ありがとうございました。夜分遅くにありがとうございました。ありがとうございました。人生初警察にお世話になりました。はい。その警察の方ではもう私たちに怪我がないので、うん、自損事故処理ということで大事ではなく終わったんですけど、うん、まあ明日その国土交通省がその道路を管理しているということで、その国土交通省の大分の管轄に電話をしなきゃいけないのと、私たちが入っている任意保険の保険会社にも明日朝一で電話します。はい。もし誰かの参考になったらって感じなんですけど、はい、こういうことがあったら落ち着いて連絡まず110番をします。うん、で、警察の方に出したのは、うん、車検証と、自賠責保険の証明書と、あと免許証でした。この3点を用意して警察を待ちましょう。はい。ではおやすみなさい。おやすみなさい。本当だ。明るいとこで見るとなかなかですな。ということで朝になったので国土交通省に連絡したいと思います。はい。すいません、昨晩なんですけど、商人ヶ浜の入り口のガードレールにちょっと車をこすってしまって、はい、失礼いたします。多分保険会社に最初に連絡をするべきだったっぽい。保険会社の担当者から国土交通省に連絡をする。よし、じゃあちょっと保険会社に連絡します。はい。すいません、自損事故なんですけども、してないです。はい、走れます。はい、失礼いたします。今国土交通省の別府の維持管理をしているところと、あと保険会社に連絡をしました。で、維持管理をしているところは現場を見てみて、でその修理が必要かどうかとかいくらかどうかっていうのを多分決める感じになっています。
で保険会社の方は国土交通省への連絡とか、あと担当者の方とかを決めてくださるみたいな感じなので、一旦連絡待ちです。はい、事故の翌日はちもさんに運転手をしてもらいます。トラブルにならないように明るい見やすい時間帯に運転させてください。ぜひお願いします。あいつだよね。あいつには気をつけて。はい、気をつけます。はい。全然余裕です。よかったです。緊張した。多分私ここで1日あげたらね、運転したくないって思っちゃう。じゃあ今日はなるべくお願いします。はい。でも夜はちょっとお願いする。じゃあ行ってきます。はい。もしもし。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。もう一回連絡しますということです。なるほどです。もしもし。一個やっぱり車の方の修理代は出ません。やっぱりそう言われましたか。はい、最後念を押されてしまいました。あ、お世話になっております。はい。はい。承知しました。ありがとうございます。はい。賠償請求するほどの傷はなかった。本当。じゃあもう必要なその手続きっていうのは終わった。以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。ということでね、今回はもうその自損事故っていうところで済んでよかったけど、本当にこれから事故に気をつけないとだね。そうだね、本当。なんかホイールベースが長い車だけど 4WS があるっていうところでちょっと甘んじてしまっていました。でなんかね、左に曲がる時に結構寄っちゃってて、内輪差で曲がりきれなかった、と分析しております。はい、ちょっとね、やっぱり慣れてきた頃が一番本当そうね、危ないね。そう、本当にそう思う。やっぱこの車乗って半年ぐらい多分経ってるんですけど、この旅に出る前に慣れてきた頃にだからすごい注意しようって思ってたけど、やってしまいましたね。やってしまいました。はい、本当にこれからは注意して運転していこうと思います。はい。じゃあまたね、板金屋さんに修理とかに出したらその後の経過を報告したいと思います。はい。くれぐれもこれからは気をつけていきたいと思います。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。